目だけ良くするわけではなくて、体もちゃんと良くしてほしいんですね。内科と眼科の協力関係というのが非常に重要です。眼科に山です。今日は目の治療とか体の治療、まず焦らずゆっくり頑張っていきましょうってことについてお話ししようと思います。特に、糖尿病とかですよね。糖尿病とか、体の病気とか、あとは高血圧とか、いろいろあると、ちゃんと治療しましょうっていうふうに言われます。で、特に、眼科の病気もそうですよね。食事、運動、これね、大切です。もちろん、お薬の治療もあるわけですよね。で、お薬の治療をどうするかっていうのは、さすがに、いや、私がこれお薬出してくださいっていうわけじゃなくて、主治医がね、このお薬出しましょうって言って、あなたがそれをね、飲むね、注射することもあるけど、そういうわけじゃないですか。で、これはいいんですけど、運動、食事に関しては、かなりあなたに寄っちゃうわけですよ。もちろんね、主治医が、じゃあ、こうやって運動してくださいとか、こんな食事を食べてくださいっていうふうに内科の先生も眼科の先生も言うことあると思います。が、本当に頑張るのか、どのぐらい頑張るのか、これはあなた次第なんですよ。本当にあなた次第。だからこそ、医者にとってみると、あなたが急に頑張っているのか、もともとそのぐらいなのか、ちょっとさっぱりわからないっていうところがあるんですね。どういうことか。糖尿とか、高血圧とか、緑内障とか、いろんな病気あります。で、そんな時に食事気をつける、運動気をつけるって言って、でも大体皆さん最初は、医者はね、そう言うよと。大体ね、医者なんて健康に気をつけなさい、運動を気をつけなさい、なんだかんだって言うもんでしょと。だから、いつもの言ってるよ。このぐらいのニュアンスで思う方って、結構多いんですよ。すると、こちらがね、お話ししても、やりますよと。で、全くやらないわけではないけれども、じゃあ運動しましょうって言っても、週に1回とか、できりゃいい方で、たまになっちゃったりだとか。で、食事も気をつけてますかって言われると、いやいや、気をつけてはいるけど、言うほどでもないよね、みたいな感じになるわけですよ。で、場合によってはお薬飲んでますかだって、ね、飲んでますかって言って、いや、飲んでますよって。じゃあ今日お薬1ヶ月分出せばいいですか ?1 ヶ月後だから。ちょっと待ってください。余ってるんで、2週間分でいいです。ちょっと待てよ。なぜ2週間余ってるとおかしくないかみたいなことがあるわけですよ。ね、あなたもあると思うし、僕もそういうことあるんです。だから、切羽詰まってこないと、頑張れないっていうところはあると思います。でも、切羽詰まって急に頑張ってしまうのも良くないってところがあるんですね。特にね、糖尿病とかであることとしては、血糖値っていうのが高いと体にとって良くない。だからこそ血糖値を下げましょう、運動食事をしましょうっていうのはすごく言われることなんですよ。で、最初は運動食事だ言われても頑張らない。頑張らなくてね、お薬出る。お薬もたまに忘れちゃう。そんな状態でかかってる。そうすると、ある日突然見えなくなっちゃった。ある日突然、急な状態になっちゃった。例えば、もう入院しなきゃいけないぐらいと言われた。あとは、注射しなきゃいけないと言われた。さすがにまずいな思うわけですよね。そうすると急に頑張って運動したり食事したりだとか、気をつける。で、急に頑張るもんだから医者としては、いや、今まで頑張ってたはずだから、今までのにこのぐらい治療を追加すれば、こうなってくだろうねって予測があるんだけど、今まで頑張ってたと思ってもったら実は全然頑張ってなくて、で、治療プラスそれになっちゃったらちょっと効きすぎるってことなんですよ。糖尿病の血糖値ってね、下げるのは重要なんだけど、急に下げちゃうと、実は目的には悪くなることがあります。そんなことを内科で言われなかったよとか、あると思います。なんでか。それ言っちゃうと、頑張らない人がいるんですよね。いや、急に下げちゃうと、目にとって良くないんですよって言うと、じゃあ頑張んない方がいいじゃんって思われるから嫌だから、内科の先生とかは、もういいから血糖値下げなさいと頑張りましょうって言うわけですよ。でも現実問題として、例えば、ヘモグロビン A1C っていうね、血糖値が何ヶ月間にわたって、どのぐらいの状態なのかっていうのを見る数値があるんだけど、これが、例えば13ぐらいありました。で、もうすっごい頑張って1ヶ月で6ぐらいに落としました。すごく良さそうだけれども、体にとっては急な変化なんですよ。急な変化によって、今まで血糖値400とかそういう数字がいつもだったのに、
急に180とか130とかになってくるってなると、その分の血糖値、つまりエネルギーが足りなくなってきて、急に体が悪くなっちゃうってこともあるんです。だから、そうやって悪くなる前、いよいよ厳しいよっていう前に、定期的にちょっとずつ状態を良くしていくっていうのが大切です。まず一つ目としては、急に変化してしまうと体もびっくりしちゃうよってこと。二つ目としては、一個一個やっていく方が結果長続きするよってことなんです。あなたも普段私からね、こういろいろ言われて、よし頑張ろうって思って、だけども忘れちゃうことあると思います。私、比較的同じ話何度もしてます。これわざとですね。同じ話をすることで、また聞いたことがあるよって思いながらも、いや、あんまやってないな、なんてことあると思うんです。もうしょうがない。そんなもんですよ。私もそうだから。だから、何度も同じ話をするわけですけども、結局、習慣になってくると、あんまり忘れないんですよ。例えば、歯磨きって忘れることあります？たまにあるかな。でもあんまりないですよね。メイク落とさないで寝ることってあります？お酒飲みすぎたらね、落とさないで寝ることもあるかもしれないけど、あんまないですよね。癖になっちゃうと、それが当たり前になってきて、それで続けていくっていうことがあるんですよ。で、いくつものことを同時に始めるのって難しいんですよ。運動だったり、食事だったり、例えば仕事だったりだとか、家事だったり、友人関係だったり、いろんなことで、新しいことをどんどん始めようと思うと、それが完成する前に次ってなってしまって、どれか抜けてしまうんですね。例えば私のお話だったら、睡眠は何時間ぐらい取りましょう。そういえばそう言ってたな。忘れてた。食事のことは覚えてたけどってあるんですよね。だからこそ、一個やって続ける。これをきっちり続けられた。で、もう一個続けるってなると、あんまり辛くないんですよ。例えば運動とかも、じゃあ、まず歩くことを始めましょう。週に3回運動を、5分でもいいからする。最初はきついです、5分でも。でも、5分週に3回やることが癖になってきたら、5分のを10分にするのって、そんな大変じゃないんですよ。理論上倍だし5分増やすのと理論上一緒じゃないですか。なんだけどそうなのね。よく例えて言うのは、自転車も最初漕ぐとき大変じゃない。ある程度漕ぎ始めてリズムが出てくると、そんなにちょっと早くするのもそんな大変じゃないみたいな感じで、習慣化というのはある程度やって癖にしてって、そこに追加していった方が結局一生続けられるってことなんですね。あなたの目を良くする、体を良くすることっていうのは一瞬のことじゃないじゃないですか。例えば一瞬運動して、一瞬塩分控えて、一瞬頑張れば、それでいいわけじゃない。ダイエットもそうですよね。例えばダイエットしますって言って、じゃあ60キロの55キロまで落としました。5キロも落ちた。頑張ったね。リバウンドしました。62キロになりました。あるでしょ。こんな感じで、続けていくためには無理せずちょっとずつ癖にしていくっていうのがいいんですね。だからこそ、急に頑張ってやるのも、悪くないし、そうやって弾みをつける時も必要なのはわかる。だから、あなたのタイプによってはそれが必要かもしれないけど、続けてって、急に変えてはいけないよってことは、頭に入れていただけるといいと思います。そして、目だけ良くするわけではなくて、体もちゃんと良くしてほしいんですね。内科と眼科の協力関係というのが非常に重要です。あなたがどんな病気であれ、コレステロールが高くても良くないです。血糖値が高くても良くないです。血圧が高くても良くないです。メタボリックシンドローム良くないです。なんですが、眼科ではそのことを言うけども、正直何もできないんですよ。言うぐらい。一方で内科の先生であったら、じゃあお薬出しましょうか。お薬出さなくてもいい状態かっていう判断ができるわけですよね。であれば、そんなに今深刻な病気になってないんだとしても、定期的に内科の方に通っていただいて、じゃあまだ治療が必要ないんですね、なのか、いや、治療が必要ね、なんです、なのかを見てってもらうことが大切なんですよ。ポンと言って、はい治療っていうのは結構悪いわけで、定期的に見てもらってて、血圧上がってきたからそろそろお薬かなとか、コレステロールちょっと上がってきたからそろそろお薬も考えなきゃいけないかなみたいな感じで治療を始める方が
深刻な状況になる前に治療ができるので、内科はかかりつけの先生を、そうですね、4、50超えたら持っとくのは悪くないと思います。40超えて毎月かかるとは言わないですよ。例えば70とか超えてたら、さすがに毎月とは言わないまでも、何らか主治医を持っておいて、いざあなたが悪くなった時のため、そして悪くなる前の状態を把握してもらうために見てもらうってことは大切なので、定期的に内科の先生に行って現状をチェックしてもらうってことが大切です。そして内科の先生もそのフィードバックをあなたにしてくれて、血圧は今いいですよとか、血糖高いですよとか、例えば糖尿病とかだと糖尿病手帳とか、そういう手帳を書いてくれるんですね。場合によっては眼科にその手帳を渡して、眼科の状態どうなんですか書いてくださいっていうのを組んですよ。で、私も書いたりして。で、やり取りしてみたいなこともある。普通はね、内科とか眼科とかの連携って紹介状っていうのをね、やり取りするんだけど、紹介状毎回やり取りするぐらいに1回3000円とか4000円とかかかっちゃう。もっとかかるとこもあるけど。なので、そしては大変じゃないですか。だから、たまに紹介状が必要かもしれないけど、ちょっとした、今血糖こうですとか、目の方は出血してますとか、今は出血してませんみたいな、ちょっとした連絡だったら、その無料のツールを使ってやっていただくっていうのも悪くないかなって思うので、内科と眼科を連携してくださいと。で、仮に血圧がめちゃくちゃ高いです。血糖値がめちゃくちゃ高いですって言われたら、内科の先生に言われなくても眼科で一回チェック受けておいた方がいいです。なぜか。基本的には内科の先生がちゃんと眼科に行ってくださいねっていうことになってますが、人間だもの。忘れてしまうこともあるわけですよね。とか、言ったつもりでいたとか、実際言ったんだけどあなたに聞こえてなかったとか、あるんですよ。で、内科の先生は、いや、言いましたよ、私は。でもあなたは聞いてませんよと。それで、突然見えなくなって眼科に来る患者さんっているんですよ。内科の先生には何も言われてませんでしたって言って聞いてみると、いやー、何にも内科の先生言わなかったから、別に眼科に行くなんて思ってなくて、つって内科の先生に聞いてみると、いやいや言ってたから、みたいな、あるんですよ。だからこそ、血糖値がすごい高い。糖尿病と言われた。糖尿病だったら、血糖値が今高くなくても行った方がいいんですよ。血糖値高くなきゃ大丈夫でしょと思いがちですが、違うんですね。血糖値が高かった時期があるわけじゃないですか。その時期に血管がダメージを受けてボロボロになっちゃってることがあるんですよ。すると、それを原因として目に出血したりすることがある。高血圧も一時期めちゃくちゃ高かったんだったら、今良かったとしても、1回目を見とくと、高血圧性の出血とか、糖尿病性の出血がないかどうかをチェックできるので、ぜひ1回悪かった人の場合は、眼科に通って、で、いいですよって言われるのか、ちょっとやっぱ定期的に見た方がいいよねって言われると思うので、ぜひぜひちょっとかかっていただければと思います。こんな感じで、体と目のこと、いろんな健康のことをアップしてます。で、他にもその動画ありますんで、ぜひそっちも見ていただければと思います。よろしくお願いします。